16号整形外科山田しおり枕研究所の山田しおりです。症状部位別湿布の貼る場所っていう話をします、当たり前と思うかもしれないんですが、意外と患者様自分が湿布をどこに貼ったらいいかって分かんないことがあるんですよね。いつも湿布を貼る場所どこに貼るって分かりますか？自分で大体首が痛かったらその痛いところにペット貼る、腰だったら腰にペット貼るっていう感じですね。首が痛い、首が凝る、肩が痛い、肩が凝る、そこだけが痛かったらそれが有効な使い方なんですが、意外と気づかないけどそれ以外の場所に症状が出ているってこともあるんですよ。ここにも貼らないといけないということですその通りですね。例えばですよ、いいですか？これ痛くないですか？痛いですないですよね。これ肘じゃないですか。でも自分が肘が悪いって知ってましたか？今触れるまで痛くならなかったので思いますよね。首というと首って思いますよね。確かに神経は首にあります。だけどこれですね、どうですか？痛いですね。痛いですよね。こんなとこ痛いって思ってました？触られるまで分かんなかったですね。これこそまさに首なわけですよ。今押したところは耳の後ろから鎖骨についている胸鎖乳突筋っていうとても肩こりの時に痛む筋肉なんですが、意外と触られるまで分かんない。でも当院に来る患者様の7割8割首が辛い方って今のところに圧痛点といって押すと痛いっていうポイントがあるんですね。そしたらそこにやっぱり貼ってほしいということで、今日はですね、首と腰に分けて首が悪い場合にどういうポイントが痛みやすいのかを知っていただく、腰が悪い時にはどういうポイントが痛いのかを知っていただいた上で、そこに適切に湿布を貼ってほしいなと思うわけです。やってみましょう。お願いします。首寝違えちゃったんですか？今日朝起きたら首が痛くて、あらららら、ちょうどぴったりですね。じゃあ貼ってみましょうか。お願いします。じゃあ湿布ですね。もちろんこちらロキソニンテープっていう商品ですが、ボルタレンテープとかモーラステープとかさまざまな冷湿布温湿布テープ剤あります。どんな湿布でも貼り方のコツは同じです。では開けますね。これですね、こんな風に何枚か入ってるじゃないですか。よく患者様が湿布何枚まで貼っていいんですかみたいに言われることがあるんですが、このロキソニンテープのみならず、一つの目安としては7枚ぐらい貼るとお薬1個飲んでるぐらいに匹敵するという、製薬会社さんの話もありますので、たくさん貼ると実はお薬飲んでるのと同じぐらい薬の成分は体に入ってるんだってことを少し念頭に置いてお使いください。ではまず首ですね。まず首自体痛い時はこの首に貼ります。しかし押しますよ。これ痛いですか？痛いですね。こっちも痛いですか？こっちも痛いですね。でも右の方がどうも痛そうですね。右寝違えたところですか？右ちょっと寝違えました。寝違えてますね。背中、これ押すと痛いですか？ちょっと痛いです。少し痛い。こっちはどうですか？そっち痛くない。痛くないですね。ここはどうですか？右の方がちょっと痛いですね。この線ですね、肩甲骨に沿ってのあたりも首から出る神経の領域です。では横向いていただいて、腕ですね。腕、こういうところ、こっち、そうですか？そんなに痛くない。首から来た神経は肩を通って腕に来て、で前に来るんですが、これは痛いですか？ちょっと痛いです。ちょっと痛いですね。肘に近いところにも頭骨神経といって首から来る神経があります。もっとさらに言えばこんなとこどうですか？ちょっと痛いです。痛いですね。これも頭骨神経の領域、首から来た神経がずっと腕に来てるわけです。じゃあ前見てみましょう。これはどうですか？痛いです。痛いですね。こんなとこも少し痛いですか？ちょっとですね。ちょっとありますね。前胸部といって胸
胸って首の一部だったって知ってますか？そうなんですね知らなかったですね。この辺もですね、実は首から来る。患者様の中には胸が痛いってくるけれども、心臓や、肺の病気ではなく首から来ることもあるんです。ですのでおさらいしてみますよ。はい、まず首、肩甲骨、腕先までですよ。そして前胸部、胸、こんなところが首から来る範囲なんです。そこに適切に貼っていく。はい、例えば首でしたらこのように1枚の大きいものをペタッと貼っていただいてもいいです。真ん中を貼り付けて中心を決めてから両脇に伸ばすようにしてください。はい、わかりますかね。そしたら今度横ですね。胸鎖乳突筋、首の横の筋はちょっと1枚だと大きいので半分に切りましょう。はい、そしたらこれを半分を耳の後ろ、ここから首筋と言われる前、鎖骨の前3分の1にこの筋肉ついていますので、このように首の横に貼っていただく。こんな感じですね。結構この貼り方すると楽になりますよ。はい、それから今度腕ですね。腕、はい、これはまたその痛い部位の大きさに合わせてで構いませんので、肘が痛かったら肘、腕が痛かったら腕に貼っていきます。では今痛い右側でやってみますね。特にここ痛みありますよね。ですので肘を軽く曲げていただくとここに骨を感じます。はい、肘の一番出っ張っているところより少し前に来たところ、ここに同様にしてやっぱり肘にも貼ってください。少しテンションをかけて貼っていただくとテープが収縮、縮もうとする力で肘が安定しますので、かぶれない限り少しテンションをかけても構いません。あんまり引っ張りすぎると皮膚の刺激が強くなるので注意してください。はい、また手首が痛いっていう方もいるんですね。この手首が痛いけど関節は問題なくて神経痛で痛い場合、こういった場合は手首にも貼ることができます。はい、こんな風に手首の両側に貼っていただく。はい、安定しますか？はい、はい、いいですね。いいですか？もう一度、胸でした。失礼しました。胸は大きいの貼ってみましょうね。胸はどの辺でしょう？右側ですかね。やっぱり昨日寝違えているので、ちょっと失礼します。真ん中を貼っていただいて両側を開く形ですね。はい、じゃあもう一回おさらいです。はい、後ろから見せてください。まずは首そのもの、それから耳の横から鎖骨にかけて胸鎖乳突筋、肩から腕が痛ければ肘のポイント、手首のポイント、これも神経痛の場合貼るポイントですよ。そして胸、前胸部が痛ければ胸にも1枚貼るという形です。もちろんこんだけ多数貼ってくださいということではなく、この中で痛みを感じるところ、ポイント、今日お教えしたポイントをよく感じてみて、そこが自分に症状があれば複数場所に貼るというふうに考えていただければと思います。この動画をご覧くださった皆さん、高評価、チャンネル登録お待ちしています。よろしくお願いいたします。